今回は浜中さんのエコアンダリアのカラーナンバーが23番のこちらの糸で帽子を編んでいきます。今回の作品はこちらになります。トップから丸くベレー帽のような形の丸みのあるキャスケットになります。ブリムもこのようにしっかりとついた夏に合った帽子になっていると思います。こちらは7号針、こちらは6号針で編んだものです。子供用になります。だいたい3歳4歳ぐらいのお子さん用の帽子。7号で編むと、レディースの M サイズぐらいになります。目数も段数も同じように編みました。深さがトップからだいたい21センチぐらいあるので深い帽子になりますので、ベレー帽のようにかぶっていただければいいと思います。はい、で、ブリムのこのつばの幅は6センチあります。この帽子の直径はだいたい24センチぐらいです。あと、こちらの周りだいたい47センチぐらいです。こうすぼまった感じになってるのでこのぐらいですけど、一応3歳のうちの娘もかぶれる帽子です。大人用はつばの幅が 6.5 センチぐらいで、この帽子の直径もだいたい25センチぐらいです。こちらは54センチぐらいですけど、レディースの M サイズになります。で、編み方は、こちらのトップの中心からサイド、こちらまでの編み方は前回ご紹介したベレー帽を参考にしてお編みください。で、編み方については基本的にベレー帽と同じように長編みで編んでいます。特に、こちらの編み始めから6段目まではベレー帽と全く同じ、目数段数で編んでますので、編み図や編み方がわからない方は、動画の概要欄に、ベレー帽の編み方を貼り付けますので、そこからご視聴ください。
こちらが編み図になります。こちらからトップの中心からここまで細編み、最後は細編みで2段編んでんですけど、こちらまでの、編み方の編み図になります。こちらが段数、こちらが目数になります。で、輪の作り目から立ち上がり鎖3目編んで、輪の中に長編みを13目編み入れます。そうすると立ち上がりの鎖3目と長編み13目を合わせて14目長編みを編んだことになります。立ち上がりの鎖目は長編み1目として数えるので、1段目長編み14目、2段目は鎖立ち上がり3目編んだら、立ち上がりの根元に長編みを1目編み入れます。そしたら、前目長編みを2回編み入れていきます。そうすると2段目は28目になります。この黒いポツンとしたゴマみたいな印は引き抜きを意味します。ずっと長編み1目の中に2回編み入れていって、最後28目目も長編みを編んだら、立ち上がりの鎖3目目に、糸を引き抜きます。これは毎段同じように、そのように最後は糸を引き抜いて終わります。3段目立ち上がり鎖3目編んだら、1目をきに増し目していきます。この立ち上がり鎖3目が長編み1目になるので、次の目には長編みを2回編んでいきます。で、次の目は普通に長編みを1目編んで、次の目は、増し目長編みを1目の中に2回編み入れます。で、次は長編み、次は増し目長編み1目編んで増し目1目編んで増し目という形で交互に増し目を編んでいきます。そうすると、最後長編みの増し目で編み終えて糸を引き抜いて終わります。そうすると、3段目は42目になります。4段目、立ち上がり鎖3目編んだら、最初の目は長編み、次は増し目、次また、今度は2目おきに増し目をしていきます。最初鎖3目も長編み1目として数えるので、長編みを2回編んだら、長編みを2目編んだら増し目2目編んで増し目2目編んで増し目という形で編んでいくと、4段目は56目になります。5段目は立ち上がり鎖3目編んだら、最初の目は増し目、次からは2、4、6目編んで増し目
6目編んで増し目、6目編んで7目目に増し目を編んでいきます。そうすると最後、6目おきなので、これが長編みで1目編んでることになるので、最後は5目、増し目の後5目余るので、5目長編みを編んで糸を引き抜いて終わります。そうすると、5段目は64目になります。6段目は立ち上がり鎖3目編んだら、長編みを3目編んで増し目、次からは2、4、6、7目おきに増し目をしていきます。7目編んで増し目、7目編んで増し目を繰り返していきます。そうすると6段目は72目になります。7段目は立ち上がり鎖3目も含めて2、4、6、8目おきに増し目をしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8目長編みを編んだら9目目に増し目を編んでいきます。これを繰り返すと、7段目は80目になります。8段目は立ち上がり鎖3目編んで1、2、3、4、4目長編みを編んだら増し目、次からは9目おきに増し目を編んでいきます。ちょっと長編みの記号を書いていくと書ききれなくなってしまうので、このように省略して書かせてもらいました。9目おきに増し目、9目おきに増し目。そうすると最初に、この長編み1、2、3、4、5目編んでるので、最後は増し目の後4目、目が余るので、長編み4目編んだら糸を引き抜いて終わります。そうすると8段目は88目になります。で9段目は10目おきに増し目、10目おきに増し目をしていくと9段目は96目になります。10段目は、増し目なく立ち上がりの鎖3目も含めて96目長編みを編んでいきます。11段目からは今度弦目が入っていきます。立ち上がりの鎖3目も含めて長編み10目編んだら弦目、長編みを10目おきに弦目していきます。この弦目の仕方は後半のところで2目一度の長編みの2目一度の弦目を紹介しているので、この長編みの弦目の仕方がわからない方は編み方を見てください。そうすると、11段目は88目になります。12段目は立ち上がり鎖3目編んで長編みを4目編んだら弦目、その後からは9目おきに弦目をしていきます。9目長編みを編んだら10目11目目で弦目をします。それを繰り返していくと12段目は80目になります。13段目は8目おきに弦目、8目編んで9、10で、2目一度の長編みを編んでいきます。そうすると13段目は72目になります。14段目は立ち上がり鎖3目編んだら最初に長編みを3目編んで弦目、
その後は斜め置きに弦目を繰り返していきます。斜め編んで弦目、斜め編んで弦目を繰り返していきます。斜め編んで弦目という形で編んでいくと14段目は64目になります。で、15、16は細編みを編んでいきます。増減なしで編んでいくので、立ち上がりは鎖1目編んで、それで細編みを編んでいきます。そうすると、今まではこの、鎖3目立ち上がりの部分も目数に数えてたんですけど、細編みの場合は目数にこの鎖1目は数えないので、ここ64目になってますけど63目細編みを編んでいきます。で最後に、同じように糸を16段目で糸を引き抜いて、クラウン部分が完成になります。11段目に来ました。11段目からは弦目に入ります。帽子がだんだんつぼまっていく形になっていきます。立ち上がり鎖3目編んだら長編みを9目編んでいきます。立ち上がりの鎖3目が長編み1目として数えるので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 目編み終えたら次の目と次の目をこのように長編みの途中まで編んで最後に糸を引き抜いてこれで1目弦目になりました。長編みの2目一度を編み終えました。また長編みを10目編んだら11目と12目で弦目をします。これを最後まで繰り返し編んでいきます。11段目の最後に来ました。こちらが弦目の部分なので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 目長編みは編んで、あと最後の2目は長編みの弦目を編みます。糸を引き抜いてこれで11段目が編み終わりました。そしたら同じように立ち上がりの鎖3目の3目目に糸を引き抜いてこれで11段目が終わります。こちらのブリムの編み方については、この後説明していきます。では、引き続きご覧ください。